こんにちは。今日はイタリア旅行2日目で、今はベネチアにいます。昨日はベローナを半日観光したんですけども、本日はベネチアを観光したいと思います。昨日は雨だったのでちょっと残念な天気だったんですけど、でもこのベネチア観光、今日はなんと曇りなんですよ。もう本当嬉しいです。昨日は雨の中、ベネチアに帰ってきたんですけど、本当に雨の中のベネチアってもう下が水だらけだし、水路もね、水浸しというか常に水浸しなんで、ほんとびちょびちょで、なんかあんまりベネチアの良さが伝わりにくい感じだったんですけども、今日は曇りになってくれたので早速観光に行きたいと思います。今からアカデミア橋に向かうために水上バスに乗ります。水上バス乗り場こちらですか？サンタマリア・デ・ラ・サルーテ教会ですね。あれホテルの正面でしたね。正面です。ちょうどご朝食されたレストランの目の前に、そうですそうです。斜め前のホテルの感じですよね。船に乗りたいと思います。はい。今は修復中だそうで、ルイ・ヴィトンの広告が入ってます。一体化してますね。そうですね。一駅で降りるそうです。今こちらに見えてるのがヘリー・グッテンハイム美術館です。近代美術館。美術館多いんですか？そうですね。こちらの今アカデミア橋まで参りますけれども、そこを渡ったこの前方ですね。こちら側は割と美術でアート系の美術館もありますし、美術関係のお店も多いです。アカデミア橋が見えてきました。散歩してるとあっという間に対岸に着きました。先ほどお話ししていたサンタマリア・サルーデ教会がもうすぐ今後ろにいて、こちら側に私が泊まっているホテルがあります。歩いてすぐでした。今回泊まっているセントレジスが反対側に見えます。やっぱりこう見るとこの川が見える部屋っていうのは結構限られていますね。この両サイドのこの2つの建物と奥の低いところだけなので、結構こっち側の両サイド早めに抑えられてしまうみたいですね。プンタデラ・ドガーナに着きました。ここ本当はもっと天気が良かったらたくさんの人がここにいて、皆さんこの下に座って観光されているそうです。この先がジュデッカ島になっています。地図で見ると南側で細長いんですけれども、たくさんの方が今も住まれているそうです。Cause nothing is everlasting, no. But like really though, how do you know that I can overcome all of the obstacles? She just looked me in the eye, said it's gonna be alright. Cause I know that's how it goes. ここがアカデミア橋で、とても人気の観光スポットだそうです。船が行き交っていて、奥の教会もとても綺麗で素敵なところです。こちらはサントステファノ広場です。この辺りは何があるんですか？もうこの辺はもちろんアカデミア橋のすぐ近くなので、観光のお客様もたくさんいますけれども、地元の方たちも憩いの場として使っている広場ですね。この辺りはこの後ろが音楽の学校があるそうなので、日本からも音楽を学びに来ている留学生の方がこちらに通っているそうです。さっき左手には教会もあって、こちらは有料でコンサートを行っているそうです。
ブランド品が固まってて、昔カプリ島行ったんですけど、なんかそんな感じですね。カプリ島も島が小さくてまとまってますね。固まった場所にね。Saturday night at his place, far away from the crowds, with his hands in my denim, listening to punk getting high, far away from the crowds. 寺院に着きました。ここがベネチアで一番有名な観光スポットです。とっても広いです。こちらはナポレオンが世界で一番素敵な広場だと言われた場所だそうです。これが鐘楼です。そして奥がドゥカーレという宮殿です。寺院に入るのは何分ぐらい待たないと入れないんですか？そうですね、最低30分ぐらいでしょうかね。結構待つんですね。予約してあればいいんですけど、なかなかね。そうですよね。ドゥカーレはどれぐらい待てば入れるんですか？ドゥカーレ宮殿ですか？はい。ドゥカーレ宮殿はそんなに待たないですね。寺院の方が待ちますね。今日本からもネットで予約ができるので、皆さんあらかじめ予約をして入られるそうです。人が多いと聞いていたんですが、行列が奥まで並んでいます。一番多い時はドゥカーレ宮殿の向こうぐらいまで行列が並んでいるそうです。寺院はすべて大理石でクロアチアから持ってきたそうです。とても綺麗な色です。エスプレッソメーカーもこうやって革が貼ってあります。本当に素敵。これはまだ日本で買えないんですね、きっと。ジェノバのブランドだそうで、イタリアのお店とあとはドーハにあるだけみたいです。こういう革製品で可愛いアメニティあったらいいなと思っていたので、とてもこちらのお店はタイプです。ゴミ箱も大理石でとてもおしゃれです。こういうの日本にあったらいいのにな。金具の色も革もすべて選んでオーダーして送ってくださるそうです。とても上品ですごく可愛いものがたくさん揃っています。お店のカードはこちらになっています。インスタグラムもされているそうです。右手がはいドゥカーレ宮殿、はい、その橋のね、右側そうですね、あっちから来ました。左手が牢獄になってますね。だからみんな最後この橋を通るときにはーってため息をつくので、ため池橋と呼ばれているそうです。コロナで大変だったのでお店が結構潰れて入れ替わりが激しいそうです。だからかなり広場の周りのお店が変わったそうで、今は観光客の方が増えてるとは、お話伺ったんですけど、コロナの前に比べたら10分の1ぐらいかもということで結構空いています。だから観光に来たい人は今がとてもチャンスかなと思います。とても綺麗な道です。こちらは地元の方が生活されるところの裏道だそうで結構空いているそうです。You hit too close to the edge now. Only thing they got is toxicity. Think you need a cleanse, feel the shit out. You got the vibes, but they ain't got yours. ガラス越しにティラミスを作っているところを見れます。ボンジョルノ。ティラミス以外にもいろんなものが売っています。パスタも売っています。チョコレートも売っています。そしてティラミスもいろんな味があって、ピスタチオとか、あとはもう伝統的なクラシックなティラミス、そしてこれ面白いですね、アマレットとアーモンドミルクのティラミス。日本語と韓国語、英語、いろんな言語の言葉で表記されています。今回はアイスのブラックコーヒーと、そしてクラシックなティラミスを頼みました。ピスタチオにするか迷ったんですけれども、初めてなので一番ベーシックなものをいただきたいと思います。いただきます。
本当はエスプレッソ頼もうかなって思ったんですけど、こちら観光のゲストが多くてエスプレッソ飲まれないのでメニューがなくなってしまったそうです。イタリアドクってエスプレッソいただきます。おいしい。すごくしっとりしてます。全部食べたいくらいで。ちょっと有名なだけありますね。これからランチのお店を探したいと思います。今日の夜はレストランを予約してるんですが、今日のランチは、どっかいいところがあればフラッと居酒屋さんみたいなところに入りたいなと思っているので、ガイドさんに案内してこれから向かいます。サンタマリア・フォルモーザ広場ですね。地元の人たちの憩いの場にもなっている広場で、八百屋さんがあったりとかね、キオスコにある新聞とか今日今閉まってますけれども、駅にありますね、そういうところが。そうですね。ここは学生さんや地元の人に人気のピザ屋さんです。ホールで売ってるんじゃなくて、こうやってカットして食べやすい量で売られているそうです。美味しそう。こちらはワインのお店なんですけども、なんとワインを樽というかもうボトルで買えるそうです。こうやって1リットルいくらという量り売りしてるそうです。さすがイタリアですね。ここは最近できたおしゃれなルームフレグランスを扱っているお店です。ベネチアは通りが細いですけども、こういったお店がたくさんあって見てても飽きないです。ここはトリュフのお店です。ここもとても有名なお店だそうです。いろんなものが揃ってます。トリュフ以外にもパスタソースもありますね。ここは有名なチョコレートショップだそうです。中に入るといろんなチョコレートをテイスティングさせてもらえるそうです。あ、これはコーヒーなんですね。確かにチョコレートを食べてるとコーヒー飲みたくなりますもんね。豆をね、ひいて売ってくれるの。いろんな種類ありますね。お土産に良さそうなチョコレートがたくさん並んでいます。一時期日本にも出店を考えられていたそうで、結果日本には行かなかったそうなんですけども、日本の観光客の方が気に入られてたくさん買って帰られたそうです。Would you like to try chocolate? Ah, pistache or Nutella? Pistache. You're welcome. For you, madam? ホワイトチョコレートも試食させていただいてます。ほんとたくさんの試食があって、どれも好きに買って帰ることができます。お土産用に先ほど試食したチョコレート5つ買いました。とても美味しかったです。ここは地元の人がよく行くバールというところでお酒も提供しているお店です。イタリアはバールというお店が結構あって、コーヒー飲めたりお酒飲めたり、食事の前にちょっとした待ち合わせで皆さん使われるようです。こちらも地元の人に人気があるお菓子屋さんです。チョコレートが売ってありました。たくさん美味しそうなチョコレートのケーキが並んでいます。どれも素敵ですね。ここが有名なリアルト橋です。たくさんの人がいます。みんなこちらで写真を撮られています。一番有名な橋なんですね。昔はこの一軒一軒がそれぞれのお国の両替所だとか、そういうね。ああ、そうなんですね。ここはたくさんの観光客の方がいらっしゃいます。ここすごいですね。ここ何通りですか？リアルト橋の橋の通りです。橋の上の通りです。買い物できるお店がずらーっと並んでます。
ウェディングフォトを撮られている方もいます。こちらはリアルト橋のメインの方角になります。サンマルコ広場に向かうところで、ガイドブックにもたくさん載っている有名な景色です。まだ人が少ない方でこれぐらいの観光客の量なので、本当コロナの時はもっともっと混んでいて、ここはスリも多いので大変気をつけなければいけない場所だそうです。ベネチアで一番大人気のジェラート屋さんスーソです。たくさんの人が並んでます。こちらは夜も空いてるそうなので、食後お腹に余裕があったら私も食べたいなと思います。今日のランチはこちらのお店で取ります。ここはガイドさんおすすめのレストランです。おすすめの白ワインを頼んだのですが、こちらはサンセバスチャンに飲んだチャコリみたいな味で微発泡の白ワインでした。ナガエビとムール貝のパスタです。やっぱりベネチアはシーフードが有名です。かなり美味しそうなカプレーゼが来ました。なんと拳ぐらいあります。前菜にタコを選びました。ガーリックの香りがしてとても美味しそうです。ガーリックのタコ、とっても美味しいです。夜の7時ぐらいに今を通ったんですけど、満席でした。8時半に予約してたんですけど、2回転目も満席です。今回のベネチア編はいかがだったでしょうか。明日はフィレンツェに移動します。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。Tudo que restou dessa